私が死んでから2ヶ月後、両親はようやく、私を旅行先から連れ戻すのを忘れていたことに気がついた。父は苛立ったように顔をしかめた。あの子は自分で歩いて帰るはずだったんだ。大げさな騒ぎを起こす必要があるのか？弟のフリンは相変わらず得意げに私たちのチャットを開き、絵文字とともにメッセージを送った。外で死ねばいいのに。そうすれば、スカーレットと俺で祖母の遺産を山分けだ。返事はなかった。母は冷たい表情で言った。あの子に伝えておけ。祖母の誕生日に時間通りに現れれば、スカーレットを水に突き落とした件は見逃してやる、と。彼らは、私があの森から出られなかったとは、まだ信じていなかった。地面を6フィートも掘り進んだ末、彼らはようやく森の奥深くで私の骨を見つけた。第一章。私に連絡が取れず、祖母からの圧力もあり、家族はしぶしぶながらも都会のボロボロの賃貸アパートの前に立たされた。フリン・パターソンは鼻をつまんだ。あの役立たずが、よくもまあこんなところに住めるもんだな。ママ、パパ、入りたくないよ。はいはい。あなたたちは先に帰りなさい。パパとママで何とかするからと母が答えた。スカーレット・パターソンは母の腕にしがみつき、心配そうな顔をしていた。ほんと、ホイットニーもいつまでも子供じゃいられないわよね。電話もメールも無視するなんて。二人がわざわざここまで来る羽目になったんだから。絶対に償わせてやる。母の目に土器が走り、父を中に引き入れた。彼らは4階まで息を切らしながら階段を上り、ようやく401号室の前で立ち止まった。父がノックすると、シャツを着ていない大柄な男がドアを開けた。どちら様だ？彼を見た瞬間、父の癇癪が爆発した。お前は俺の娘とどういう関係だ？なぜここに住んでいる？母は怒りに任せて彼の横を通り過ぎ、叫んだ。ホイットニー。出てこい。よくもまあ図踊り自粛も、私たちに内緒で男と同棲するなんてできたわね。その時、妊娠後期と思われる女性が姿を現した。どちらをお探しですか？私たちが2ヶ月前から住んでいますがと彼女は言った。母の苛立ちは明らかだった。ここは娘のホイットニーが教えてくれた住所だ。間違うわけがないだろう？中年の男は母の聞く耳を持たない態度に業を煮やし、彼女を押しのけた。出て行け。自分の娘がどこに住んでるかも知らないくせして、よく信面できるな。突然、妊婦が口を挟んだ。ホイットニーって前の住人ですか？大家さんによると、家賃を1ヶ月分滞納して連絡がつかないから、私たちが引き受けたそうです。これを聞いて、母の眉は怒りでつり上がった。黙って引っ越しただって？わあ、無駄足だったわ。なんて恩知らずな娘だ。ちょうど彼らが怒りながら立ち去ろうとしたとき、大家が戻ってきた。私の両親だと知ると、大家はすぐに家賃の請求を始めた。滞納分の家賃を今すぐ払ってくれ。それと、彼女の荷物も片付けてくれ。場所を取るからな。半信半疑の両親は、大家に案内され、私の荷物がしまってある物置部屋へ向かった。埃が一切れを覆い、二か月間手つかずの状態だった。父は私のお気に入りの服を何着か見つけて確信した。間違いない。あの子のものだ。母は顔をしかめ、冷たく言い放った。ホイットニーはわざとやってるの？こんなガラクタを後始末させるために置いていくなんて。大家は我慢できずに言った。ガラクタじゃない。彼女の荷物だ。アルバムや大事な書類も入っている。あの娘はいい子だ。俺が全部取っておいたんだ。母は手を振って相手にしなかった。物置部屋はカビ臭かった。鼻をつまみながら
彼女は外に戻り、私の携帯に電話をかけた。何度呼び出し音が鳴っても出ず、彼女は伝言を残した。ホイットニー、いい加減にしなさい。パパとママは今、あなたのアパートにいるの。早く戻りなさい。いつものように軽蔑と嫌悪がにじむ口調だった。彼女は不倫のメッセージに私が返信しなかったことに驚かなかった。結局のところ、義士のスカーレットの差しで、弟と私は敵同士になっていた。しかし、実の母親からのメッセージを無視するのは前代未聞だった。イライラして、彼女は父に向かって淡々と言った。あの子のことはもう放っておきましょう。早く帰りたい。ここには1秒もいたくない。大家はこれを聞き、彼女を睨みつけた。おい、失礼だぞ。とにかく荷物は持っていくのか？そうじゃないなら捨てるからな。もううんざりだという態度だった。大家は両親から家賃を取れないと悟り、諦めることにした。母は振り返りもせずに去っていった。逆上した大家が怒鳴った。情け知らずか？娘さんから2ヶ月も連絡がないんだ。万一何かあったんじゃないかと心配しないのか？母は冷笑した。あの娘はしぶといんだ。何かあったら逆に驚きよ。家に着くと母は祖母に電話をかけた。ママ、あの恩知らずな娘が何がいいの？すべてをスカーレットと不倫に任せればいいじゃない。どうしてホイットニーに構う必要があるの？私の魂はそばに漂い、苦笑を禁じ得なかった。私は彼女の実の娘なのに。なぜ彼女はそんなに私を嫌うのだろう？第2章。祖母は息も絶え絶えになるほど怒っていた。どうして私があなたのような冷酷な子を産んだんだろう？私が海外にいる2ヶ月間、彼女から全然連絡がなかった。海外にいる間は心配でたまらなかったのに、帰国してからも連絡がつかない。あなたたちが彼女をいじめたに違いない。彼女はあなたたちと一緒に住んでいるんでしょ？今すぐ彼女に電話をつなぎなさい。母は躊躇し、父を一別した。2ヶ月前、不倫が衝動的に禁足地域の野生の谷へキャンプに行こうと言い出した。危険だと知りながらも、家族との絆を深めたくて、私は仕事を休んでまで同行した。スカーレットが水に落ちるなんて思いもよらなかった。彼女が引き上げられると、すぐに私が押したと非難した。母はカッとなって私を何度も平手打ちし、私の説明を全く聞かず、私を野原に置き去りにした。彼らが知らないのは、私があの森から出られなかったことだ。2ヶ月もの沈黙の後、今は私に連絡が取れないのに、母は相変わらず冷静に祖母に愚痴をこぼしていた。言うことを聞かないあの子が悪いんだ。いつも嫉妬深くて、兄弟と仲良くしようとしない。で、今、どこへ逃げ出したかわからないんだ？いつから母は無関心から私を冷酷な悪魔のように扱うようになったのだろう？私が祖母と住んでいた時、両親が私に会いに戻る前に、祖母はいつも彼らに会いに来るように要求した。しかし、スカーレットとフリンがいない時、彼らはしぶしぶながらも私に集中した。それらの瞬間が私の大切な思い出だった。後で、彼らが私を祖母の元から連れ出し、一緒に住むことにしたとき、私はずっと愛情のある家庭を築けると期待した。しかし、着いてすぐに、私はただの隅に追いやられた孤児であることに気づいた。両親の家は祖母の別荘ほど豪華ではなかったが、スカーレットの部屋はバービー人形と美しいプリンセスのドレスでいっぱいだった。スカーレットが祖母に買ってもらったデザイナーの服を私が着ているのを見たがらなかったので、両親はそれらを隅の小さなボロ箱に押し込み、スカーレットのいらなくなった服を着るように私に強いた。フリンは最高級のサッカー用具一式と最新のガジェットを揃えていたが、
私が欲しかったのはただのパソコンだった。両親は買ってくれると約束したが、実現することはなかった。私は常に彼らを喜ばせようとし、一辺の関心さえも切望して生きてきた。今、私はもう無理にその哀れなぬくもりを求めなくてよくなった。電話越しに、祖母は私に会えるまで全財産を寄付すると言い、怒りで電話を切った。それを聞いて母の表情は曇った。父はタバコの灰を払った。いつもわがままばかり言いやがって。あの子を連れてきなければよかった。母はソファに座り、顔を曇らせた。彼女のことをもっとしっかり見張らないと。このまま好き勝手させていたら、次はどんな問題を起こすか分かったもんじゃない。そう言って、父は自ら私に電話をかけた。彼がこんなに積極的になるのは珍しいことだ。しばらく探して、ようやく私の番号を見つけた。しかし、ダイヤルしても応答はなく、電話が切れているという機械音声だけが聞こえた。彼は顔を曇らせ、呪うようにつぶやいた。おんちら詰め、わざと隠れてやがる。うちの家族に彼女がいられないと思ってるのか？身の程をわきまえろ。いつまで続くか見てやる。ちょうどその時、フリンが階下へ降りてきた。両親の怒りの言葉を聞き、彼も口を挟んだ。ママ、パパ、心配しすぎだよ。ホイットニーはおばあちゃんのことが一番大事なんだから。誕生日パーティーには絶対戻ってくるさ。その言葉で両親はようやく少し落ち着いた。フリンは相変わらずリモコンを手に取り、テレビをつけて試合を見ようとした。しかし、うっかり地元のニュースチャンネルに切り替えてしまった。見出しが衝撃的だった。野生の谷で旅行者によって遺体が発見される。即刻、同地域は完全立ち入り禁止に。第3章。ニュースキャスターは潜在的な事故を避ける必要性を強調し、一般市民に危険区域への接近を控えるよう呼びかけ続けた。フリンは姿勢を正し、顔に疑念を浮かべた。野生の谷、閉鎖されちゃったの？母は眉を潜め、何かを考えているようだった。すると、フリンはソファから飛び起き、ももを叩いて興奮気味に言った。すごい。俺たちが野生の谷へ行ったキャンプは、伝説の最後の冒険ってわけだ。クラスの連中に自慢してくる。閉鎖前に行けなかった奴ら、羨ましがるぜ。母のこわばった表情は次第に和らいだ。もういい、子供みたいに騒ぐのはよせ。お前たち、祖母のパーティー用のプレゼントはもう選んだのか？最初は不機嫌そうだった父も、ようやく落ち着いた様子だった。今度は、お前たちも口がうまくならないと。フリンは白目を向いた。だってホイットニーがいつもおばあちゃんにぴったりのプレゼントを選んでくれるし。おばあちゃんも喜ぶよ。心配いらないさ。そう言うと、彼はテレビの試合に意識を戻した。私の名前が出たとき、母の表情は再び軽蔑に変わり、部屋に引きこもろうとした。ベッドに座ってしばらくすると、彼女は携帯を手に取り、さも無造作に私たちのチャット履歴を開いた。新しいメッセージはなかった。最後の会話ははるか昔のように感じられ、それらの短いやりとりは奇妙に疎遠に思えた。名状しがたい感情が彼女を襲い、数秒間イライラした口調でボイスメッセージのボタンを押して話した。ホイットニー、明日までに家に帰りなさい。そうすれば、あなたを家に戻すように手配してあげる。これ以上隠れているなら縁を切るからね。そう言うと、彼女は携帯を放り出し、横になってうたた寝した。私は泣きたいのに、一滴の涙も出せなかった。半年前、私は卒業したが、両親は出席を約束していた式を、スカーレットが膝をすりむいたために欠席した。後で、私が静かに落胆を口にすると、
彼らは年齢を理由に私を家から追い出した。祖母に知られて母が叱られるのを恐れ、私はそのことを黙っていた。祖母のコネを使って仕事を探すことさえできなかった。母は、私が人生をかけて彼女と父の承認を渇望してきたことを知っていた。彼女は私の弱点だった。縁を切ると脅されさえすれば、私は謝罪して取り繕うために駆けつけた。しかし今、彼女はもう私を支配できなかった。なぜなら私は2ヶ月前に死んでいたから。母が目を覚ますと、もう夕方になっていた。携帯を確認すると、親友からのメッセージだけだった。リリアンおばさんからのものだ。ねえ、ジニー。あなたたちが最近野生の谷に行ったって聞いたわ。大丈夫だった？ホイットニーはどう？電話したんだけど、出ないの。リリアンおばさんのメッセージに私は感動した。長年、祖母以外で私を気にかけてくれた数少ない人の一人がおばさんだった。普段は祖母には良い知らせしか伝えず、辛い時はリリアンおばさんだけが私の肩を叩き、お母さんも時間が解決するわ。あなたを愛しているのよと安心させてくれた。私はずっとそう信じていた。死の間際に電話をかけても、彼女に何度も切られるまでは。その時、初めて方便というものに気づいた。もしかすると、未練が私の魂を死後も母のそばに縛り付けていたのかもしれない。私はそんなのは嫌だった。あの世で彼らの幸せな家庭生活を目の当たりにしたくなかった。母は微量を抑え、返信を打った。あの子がどこへ行ったかわからないの。母の誕生日パーティーがもうすぐなの。あなたも一緒に来てね。リリアンおばさんは私たちの家族と親しかった。彼女はすぐに承諾し、私がずっと欲しがっていたソフィア・ダラスの手縫いのシルクスカーフを持ってきてくれたと付け加えた。母はメッセージの途中で手を止めた。私がリリアンおばさんに予約しておいてもらったそのスカーフが母への贈り物だったことに気づいた。今年の初め、母の日に何が欲しいかさりげなく聞くと、彼女は SNS をスクロールしながらその動画を何気なく見せてくれた。私はその瞬間、心に刻んだのだった。第4章。翌日も家族に私の知らせはなかった。祖母は朝早くからドアに現れた。おばあちゃん。私は喜んでふわふわと近づいた。死後、何度も彼女に会いたいと思ったが、私の魂は母の存在に縛られ、離れることができなかった。幸い、祖母が来てくれた。もう一度会えて、旅立ちも少し悲しくなくなった。触れようとする前に、フリンが駆け寄り、甘えた声で叫んだ。おばあちゃん。長年、フリンは私との関係を利用して祖母に取り入ってきた。私の後押しもあり、祖母は血のつながりがなくとも彼を孫として受け入れ、よそよそしくすることもなかった。フリンを優しくそばに座らせながら、祖母は言った。大きくなったのに、相変わらずうるさいね。お姉ちゃんは？スカーレット。フリンが叫んだ。スカーレットはすぐに駆け出してきた。おばあちゃん、いらっしゃったの。祖母は彼女を見ると、表情の温かみがすぐに消え、愛想のない一声だけを発した。母はこれに顔をしかめ、ママ、スカーレットがご挨拶してるのよ。どうしてそんな冷たいの？と言った。母の言葉に祖母は少しムッとして答えた。私がどう接しようと私の承知よ。あの子の行いを見てごらん。どこにも愛嬌がないじゃない。母はスカーレットを気の毒に思っているようだった。ママ、スカーレットはいい子なの。もう少し理解してあげられない？祖母は怒りで顔をあからめ、母を指さした。あなたはいつも彼女をかばう。彼女がどうやって人をいじめるか、あなたは盲目なの。私はただ彼女が好きじゃないの。何が悪いの？
引け目を感じない母は腰に手を当てて祖母に立ち向かった。スカーレットは誰もいじめてない。あなたはあの恩知らずのホイットニーの言うことを繰り返してるだけよ。実際、私が祖母の前で泣いたのは一度だけだった。あの時、祖母は私をかばい、母は私にスカーレットごめんなさいと1万回書く罰を与えた。手がしびれるほど書かされ、それ以降は二度と愚痴を言えなかった。両親が私を連れてきてから、スカーレットは私に敵意しか抱かなかった。両親の前でわざと私にぶつかって派手に転び、私が押したと言い張った。私の完成した宿題を破り、先生に叱らせた。私のリュックを隠し、登校に遅れそうにした。私の服に落書きし、クラスメートの前で恥をかかせた。母が彼女をひいきするのを見て、スカーレットはさらに私をいじめるようになった。両親に話そうとすると、彼らは私の訴えを大げさだとか過敏だとかで一蹴した。私は本当に悔しかったが、口に出すのをやめた。成長するにつれ、スカーレットは家族の集まりで小さなトラブルを起こし、家族内での自分の地位を確固たるものにした。誕生日には私を招かずに外食に連れて行くよう勧め、家族旅行のたびに私は家の番をさせられるのが常だった。やがて両親は私が蚊帳の外にいることになれ、私はよそ者役を演じる運命を受け入れた。リビングでは祖母と母が激しい口論をして張り詰めた空気が流れた。最後には父が仲裁に入った。ジニー、母さんも年なんだからもういいじゃないか。家族同士、つまらないことで喧嘩するなよ。祖母は父のことを完全には認めてはいなかったが、母と私のために我慢していた。しかし、養子の孫娘であるスカーレットを受け入れることはできなかった。スカーレットを一別し、軽蔑の眼差しを向けると、祖母はすぐに目をそらし、彼女の顔を見るのも煩わしいようだった。ホイットニーはどこ？2日、3日預かって帰りたいんだが。第5章。祖母は何年も前、父が無一文だったため苦労すると思い、母の父との交際に反対した。その結果、母は何夜も酒に溺れ、チンピラに襲われて妊娠してしまった。当時、母はまだ若く、もっと良い選択肢がいくつもあった。しかし、彼女は祖母を罰し、罪悪感を抱かせるために私を産むことを主張した。私が3歳の時、母は私の顔に父の面影を見て DNA 鑑定を受けた。結果は彼女の願い通り、私はあのチンピラの子ではなく、間違いなく父の子だった。大喜びした母はこの結果を利用して父の元に戻った。しかし、夫婦は常に私を純粋な愛の物語の汚点のように見なし、幼い私を祖母に押し付け、二人は新天地へ向かって旅立ったのだった。当時、父は戦災と離婚したばかりで、不倫はすでに2歳だった。母は次息子に愛情を注いだ。一緒に過ごせなかった年月に罪悪感を感じ、彼らは孤児院から4歳の女の子を引き取り、スカーレットと名付けた。スカーレットの養子縁組には大きな意味があったため、彼らは世界を挙げても惜しくないほど彼女を甘やかした。実の子である私は、家では後回しにされる存在となった。母は私の居場所も連絡先もわからず、祖母にこう言った。せっかく来たんだから、まず食事にしましょう。祖母は部屋中を見回し、感情を落ち着けようとした。ホイットニーはいないの？母は諦めのため息をついた。言ったでしょう、ホイットニーは拗ねているの。出てこないなら私にどうしろと？祖母は眉を潜めた。何があったんだ？母はためらい、野生の谷での出来事は省いた。わかりきってるでしょ？私たちが卒業式に行かなかったから拗ねているのよ。それを聞いて祖母の顔色が険しくなった。あの娘が。私が卒業式がいつか聞いたのに、
教えてくれなかった。親としてどうして行かないんだ？子供の卒業式は小さな結婚式みたいなものだっていうのに。母は言い訳しようとしたが、言葉が出てこなかった。スカーレットが足を怪我して母にしがみついて離さず、行けなかったなんて説明できるわけがなかった。それは祖母のスカーレットへの印象をさらに悪くするだけだ。食卓は重苦しい沈黙に包まれた。父が呼びかけた。お母さん、いつまでも立ってないで、食事にしましょうよ。祖母はたった一人の娘とこれ以上ギクシャクしたくなく、しぶしぶ席に着いた。珍しく一緒に食事ができると、母の機嫌も治った。輸入のソーダまで注いでくれた。祖母は真剣な表情で母に注意した。ソーダは控えて水を飲みなさい。腎臓を患ったことがあるんだから。ホイットニーは腎臓を提供したんだよ。もう一個提供してほしいとでも？母は凍りつき、カップを強く握りしめて驚いた顔で見上げた。何言ってるの？私が腎臓を患った時、腎臓を提供してくれたのはスカーレットよ。子供たちの前で嘘をつくなんて恥ずかしい。彼女の目は誠実さに満ちていた。祖母はたちまち逆上し、席から飛び起きた。あなたは愚かだ。あの恩知らずなろくでなしを引き取るんじゃないってあの時言っただろう。よくもまあでっち上げたもんだ。スカーレットはすぐに怯え、涙を流した。喧嘩はやめて。ママ、おばあちゃんがホイットニーの腎臓だって言うなら、そうなんでしょう。お願いだから怒らないで。彼女の言葉は、祖母が理由もなく騒いでいるとの母の確信を強めた。激怒した母は最後通牒を突きつけた。ママ、これ以上大きくしたくはないけど、明らかにあなたはホイットニーの味方でしょ？一度でも客観的で公平でいられないなら出て行ってください。これを聞いて私は涙を禁じ得なかった。何年も前、母が腎臓病と闘っていた時、私は匿名で腎臓を提供した。しかし、いつの間にかスカーレットの自己犠牲の話にすり替わっていた。祖母は私が匿名の提供者だと推測していたが、私は口外しないよう懇願した。罪悪感なしに母に愛されて欲しかったから。祖母は過去に両親を引き離したことを後悔しており、母への甘やかしには義務感が伴っていた。母の立場に立って、彼女は沈黙を守ることに同意した。これらはすべて母には知られていなかった。祖母が今日それに触れると、母は信じようとしなかった。家族団らんのはずの食事は不和に終わった。祖母が帰るとすぐに母の携帯が鳴った。画面にはホイットニーと表示されていた。